誰だろう。私はあやめ。結婚生活10年目のある日、私宛てに知らない女性からの LINE。 ダイヤさんとお付き合いをしているひなたと申します。突然ですがダイヤさんと離婚してください。ダイヤさんは優しい人なのであなたが困るのではないかと考えて言い出せないようです。わあ、この子かなり高い確率でメンヘラか、あるいはカオスなんじゃ。私はちょっとおっかなびっくりしたものの、不思議なことに1ミリたりともショックは受けなかった。それもそのはず、現在私と夫の間では価値観の相違によるズレが顕在化。すでに離婚を視野に入れて考えていてもちっともおかしくない関係だったから。これってもしかして離婚に有利になる話？棚ぼた、カモネギ、盆と正月。この際何でもいいけど強行、私ついてる。降って湧いたこのワンチャンをミスミス逃すまいと私はがぜん息巻く。とはいえ焦りは禁物。ここはしっかりスネークして不倫されて哀れな妻をまやることに徹するのよ。私はさも傷ついたふりをして夫の不倫相手ひなたちゃんと慎重に LINE を継続させることに。夫が不倫などするはずありません。残念ですが事実です。夫が私だけを愛してくれていることは私が一番分かっています。事実は小説よりきなりです。心中お察しします。ああ、同情するなら金をくれって昔ドラマであったな。そこまでおっしゃるのであれば何か証拠でもあるのですか？そうやって私がもっともらしいことを送信していくうち調子に乗っちゃったのか、ひなたちゃんは夫と2人で行った時の旅行写真を画像送信してきて、わお、決定的証拠ゲット。てかこれ絶対プラスに働くやつやん。ひなたちゃんグッジョブ。さらに聞いてもないのにひなたちゃんは連動で自分の名前と電話番号まで伝えてきた。教えてあげてもよろしくってよ。うわあ、もしやど天然？自ら敵に塩を送っちゃうとか相当エモいってばよ。ここは挙動っている風を装って私たち夫婦が離婚することになったら慰謝料を請求することになりますよ。平気です。だってダイヤさんは大企業に勤めてますから。むしろ生活に困るのはあなたの方じゃないですか？平気なんだ。そうやって離婚や慰謝料をちらつかせながらひなたちゃんからの夫の不倫情報をコツコツ集め続けた私。ある程度の情報を集め終わった時、私は夫にさりげなくこう尋ねることに。夫婦関係今こんな状態だけど、だからって浮気とかしてないよね？してないよ。しれっと。さてどうしたものか。いよいよ私の反撃ののろしが上がるわよ。私は自分でさらに証拠集めをしてやろうとも考えたけれど、致命的なミスを犯したり相手にマウント取られる可能性がないわけではなかった。やっぱりここはプロに任せよう。休日一人で更新所に赴き、より具体的な不倫の情報収集を依頼することにした。5日後。もしもし。更新所です。ご依頼の件調査が終わりました。早っ。不倫相手が名前や電話番号などを私に話していたこともあり、思いのほか調査はスムーズにはかどったらしく、依頼からわずか5日であっさり夫の不倫が黒であることが確定される。じゃ遠慮なくやってやろうじゃないの。その結果を受け私は不倫相手に内容証明を送り、慰謝料300万円を請求。もちろん夫にも同じ額の慰謝料を請求し離婚。家は私の名義だったので夫が出ていくことになった。ま、私にかかればこんなもんよ。家ゲット、自由ゲットからの2人に請求中の慰謝料もうじきゲット。慰謝料300万円を減額してください。実は夫と私は同じ勤務先で職場恋愛を経て結婚した。離婚することになった時、私は真っ先に上司に全てを告白した。すると上司は私には何の非もないどころか、そんな妻を裏切った夫が会社に在籍しているのは迷惑と取締役会に進言。そして先日夫には漏れなく懲戒解雇、退職金なしの辞令が下されたのだった。そんなわけで夫の収入がガクンと減ってしまっていることは織り込み済みな私。あなた確か慰謝料請求されても平気だとおっしゃっていましたよね。
そんなこと言った覚えありません。とにかく減額を。今後こういうお話は代理人弁護士を通すようにしてくださいと。それ以降私は徹底して既読スルー。それがこの離婚劇の一部始終。あんた怖いわ。なんか抜かりないっていうか、逆に再利用してやったあたりに恐怖感じるよ。たとえ夫婦間が冷めていたとはいえ、夫の不倫相手と冷静に LINE するとか無理ゲーだな。そうかな。自分でもすごく戦略的な離婚をしたなと感じることもある。だが怖がられる顛末だとしても、人として不誠実なことをしたというつもりは毛頭ない。ただ倫理に反することをした人たちにはそれ相応の罪や苦しみを背負ってもらいたい。私はその一心だったの。この離婚で私は冷え切っていた夫婦生活からの自由と、夫とその不倫相手から支払われる慰謝料という名のお金を手に入れることができた。私と同じような立場の人へ悪いことは言わない。やるかやらないか迷っているなら即 GO である。すでに人生は100年時代に突した。我々にはもはや迷っている暇などない。PS 善は急げ。